こんにちは、メイカ姫です。こんにちは、メイカミコトです。確か前回は歴史の勉強だけして動画が終わったよね。そうだね。前回の動画をまだ見てないよって視聴者さんがいたら、まずそっちから見ることをおすすめするよ。それじゃあ、良好軍閥プレイ開始だ。よし、じゃあまずは良好軍閥の詳細から見ていくよ。じゃあミコト詳細教えて。もう仕方ないな。現在の良好軍閥の与党は国民革命軍。正当か？指導者は虚数値。彼は周囲の人からは消極的で堕落した人と見られているけど、内面には中国全土を変えうるほどの志が秘められているらしい。1886年に広東の名家に生まれ、日本陸軍士官学校で学んだ後、孫文率いる同盟会に参加。黄河広報機など数々の革命活動で功績を残し、1927年には候補軍校の校長に就任、候補系トップになったようだね。ただ候補系トップの地位は栄光をもたらすどころか、党内の猜疑と排斥を招き、広州に事実上左遷され、義兄弟である蒋介石の暗殺という悲劇も重なり、深い自責と迷いに沈んでいるようだ。あらら。また彼の統治スタイルはかなり寛容らしく、異なる政治勢力を許容しているらしい。いいじゃん。いや、この時代において寛容な統治スタイルは地域に安定をもたらすのではなく、むしろ分裂を招いているよ。そうなんだ。じゃあ次は国民精神。国民精神は全部で5つ。1つ目は革命戦線、結束固く。北伐失敗後、国民政府は四分五裂したものの、国民革命の伝統を守り南京の中央との連携を続け、平和的統合を目指しているよ。もしかしたら再び国民政府が一つにまとまるかもしれないってことか。うまくいけばね。2つ目は候補軍校。陸軍経験値が毎日 0.03 もらえて、陸軍指揮官を雇うコストが 25% オフだ。さすが河南随一の軍事学校といったところか。3つ目は中央と地方の対立の激化。資源獲得量や州の安定度、戦争協力度なんかにデバフがかかるね。別れること久しければ必ず合わし、合すること久しければ必ず別れるという言葉があるように、現状は国民政府に対して分離を唱えるものが多すぎる。でも虚数値の統治は何事もなく続くっぽいじゃん。予期せぬ事態が起きない限りは。4つ目は良好建設連合軍。政治力獲得量が1割減る代わりに建設速度なんかにバフが入るね。国民政府が虚数値を通じて良好地域を安定強化しようとした軍事体制だけど、周辺軍閥で民主化が進行する中、良好地域では不満を持つ勢力が増えているようだ。最後は虚数値の迷い。毎週安定度が 0.2% 下がるのか。さっきも言った通り、広州に左遷させられ、義兄弟の蒋介石もこの世界だと暗殺。その結果、本人が迷いの状態に入っている。でも時間と様々な機会がいつかこの問題を解決するはず。国家方針はこんな感じ。少な。きっとこれは何かしらのイベントで増えるタイプの国家方針だよ。とりあえずまずは一坪の濁り酒、喜びの出会いの国家方針から進めようか。変わった名前の国家方針だ。明大の文人陽心が書いた「こんこんたる長江の水東に行く」という詩の一節だね。ちょうど今流れている曲がそうだよ。さて研究枠は全部で3枠。まあいつも通りに適当に決めておくよ。なんかディシジョン画面にごっついのあるよ。この画面で中国の大都市を保有しているかどうかが一覧で見れるみたいだ。さらに全ての大都市を保有したら天下統一を宣言できるぽい。おお、早く統一して名家王朝を立てよう。そんなことしたら第二次五国戦争になるよ。ぐえよし、やることやったし時間進めていこう。早速広東の現状についてが来た。ほうほう。陳慶明事件の鎮圧後、虚数値は越慶連合軍を率いて良好を統治したけど、その後の北伐の失敗、福建事変、湖南兵艦が相次ぐと、彼は革命事業に失望しちゃって、酒や賭博に溺れる放蕩な生活を送るようになったみたい。こんなことしているから政府の権威と民衆からの信頼は大きく失墜しているようだ。虚数値しっかりしろ。ここで最初の国家方針が完了。引き続き国家方針を進めていくよ。虚数値の階層。四港を見渡す新しいオフィスで虚数値は酒を傾けながら生まれ変わった広東の街並みを眺めていた。広東13行の商家に生まれ、海外留学を経て革命に身を投じた半生。孫文の世界の潮流に準じれば栄え、逆らえば滅びるという言葉に触発され、本流の中で光明をつかんだ。しかしその孫文は視覚の銃弾によって長い苦しみの末に命を落とした。酔いが回った彼は机の上の一枚の集合写真に目を留めた。さあに汝敬存す。20年前末帝の懐石が書いた大字だ。長兄超人血時系人機微さあに虚数値末帝孫中世。4人で海辺を遊び尽くし、酒に酔い憂いなく笑い合ったあの日々が懐かしい。今や旧友たちは海を隔てて散り散りになってしまった。個人は去り、行く者若くも流れゆく。
まるで航海の水が流れ去って戻らぬかのようだ。翌朝、久しぶりに長州島の陸軍士官学校を訪れた虚数値は、士官候補生たちの整然とした軍令に感動しながら、あの懐かしい午後の記憶を思い出した。ドイツ視察から帰ったばかりの四帝孫中正が軍服姿で笑いながら事務室に飛び込んできた。土産のドイツ産ビールを差し出し、ドイツ行きは三兄のおかげです、弟は恩を忘れないという解析に虚数値はからかいながら告げた。お前のために候補軍校の校長という要職が決まったぞ。両中外の支持、超人傑の後押し、古官民の賛同、全てが揃い、孫中正の校長就任は盤石だった。宗公はお前が時代の潮流に乗れる人間だと見込んだからこそお前に決めたのだ。その言葉に喜びのあまり我を忘れた懐石が飛びついてきた。あの頃の懐石は本当に無邪気で眩しかった。記憶が終わると虚数値は孫中正の墓前に立っていた。故郷への埋葬という願いも叶わず、校内に創刊された規定墓碑の漆はまだ新しい。虚数値はずっと飲むのを惜しんでいたあのドイツのビールを取り出し、墓前に静かに注いだ。弟よ、兄が来たぞ。お前と二人の兄貴が支えてくれなかったら、今の兄の立場などありえなかった。遠くから軍港の校歌が流れてくる。かつての葬儀では愛歌は奏でられず、候補精神を象徴するこの校歌が鳴り響いた。両中外の厳かなお辞儀、王朝名の土星、黒車を巻いた同志たち、あの日の光景がよみがえる。陳慶明の暗殺計画は目の内に摘み取ったが、兄弟を失った痛手は今も癒えない。秘書から差し出されたハンカチで涙を拭いながら虚数値は深くお辞儀をした。かつて懐石に告げた生涯の心情が脳裏をよぎった。軍人は純粋であるべきだ、銃の中の弾丸のように。虚数値は義兄弟4人が夢を語り合った青春時代の記憶を思い出し、郷愁に駆られている。小中世のことを本当に大事にしてたんだね。虚数値の迷いは相当のものだな。でも私も尊がいなくなっちゃったら立ち直れないかも。それはどういういい意味なのかな。なんかまたイベント来たよ。虚数値が地元の富豪から商談を名目に推薦楼ってところで宴会を開いたらしいね。ところでここで言うお楽しみって何のことだろう。そりゃね、お楽しみはお楽しみだよ。なんか虚数値が失踪したんだけど。そんなにお楽しみが楽しかったのかな。まあ人によるかな。てかそれよりも虚数値が失踪して右派と左派がバリケードを作って国家崩壊の危機なんだけど。すでに政府庁舎の外から爆発音が聞こえてくる。もう終わりだ。この騒乱に勝利したのは右派か左派か。いや、誰かやつれた人が政府庁舎の裏口をノックしたぞ。誰だ。裏口をノックした人はなんと虚数値。ボロボロの服を着て明らかに何かあった後だけど、彼の全身から泉の香りがしてきている。本当に何があったしかも失踪以前とは全くオーラが異なり、頭も冴え渡っているとのこと。すごい。まさかこれが現代の偶然譚。私も推薦楼ってところに行ったら梅の線とか真になれるかな。やめとけ。さて、突如として帰ってきた虚数値。彼は政治体系を変えるか今後も進路を変えずに行くか考えているようだ。どうするかな。今までの虚数値の統治は寛大すぎた。だから反体制派が国家の分断を促してきた。よってただいまからは統治体制を見直すぞ。国家方針も新しいのが解禁。国内の改革ができるっぽい。さらに下の方に進むと北伐に関するものに続くね。早く中華統一したいぞ。そのためにも今は国内の改革から。まずは力を蓄えて戦争に備える段階だよ。おやおや、なんか大日本帝国で内戦が起こったぞ。日本は1935年から北洋政府に侵攻していたが、戦争に勝利する前に国家の限界を迎えて内部から崩壊してしまったか。満鉄も崩壊して中国に戻ってこないかな。革命は近づけり、革命は近づけり。列島で地獄の内戦が進む中、関東においてもイベントが起こったよ。ローザン超血鬼と呼ばれる映画が大ヒットしているみたいだ。なんと虚数値本人が出演しているそうで。どんな映画なんだろう。狼の群れに脅かされる村を舞台に漁師たちが団結して狼を討伐する話らしいよ。ただ映画内の各所に前衛的な色彩、大敗的で高等無形な感覚が混在しているらしい。
さらに映画の影響を受けてか、国内では新感覚派と呼ばれる集団が影響を拡大している模様。しかも映画製作所が予算を増やせと要求してきたよ。おそらくここで予算を増額したら加速主義ルートに行くんだろうな。ま、予算増額なんてしないけど。あ、しないんだ。とここで海南島の海南軍閥が我が軍閥に宣戦布告。地味に初めての戦争だ。でもいきなり宣戦布告されて防衛は大丈夫か？大丈夫大丈夫。なぜかすでに撤退戦は引いているから、そこで迎え撃つよ。なんですでにこうなることを想定して撤退戦を引いてたんだろう。なんでだろう、わかんない。それはそうと、最も進撃が止まりやすい海峡部分も突破。ここまで来れば軍領差で勝てるね。海南軍閥降伏。やったやった。もちろん全土併合。これでしばらく平和にとはならないようで。今度は両コロー公連盟か。しかしご安心を。なぜかすでに両コロー公連盟との国境には軍隊を配備済み。すごい。なんでかこうなることを想定して配備していたんだね。そうそう、これは想定内想定内。そんなわけないでしょ。動画外でどんだけ再送してんのさ。えへへ、許してね。とまあそんなことしている間に両コロー公連盟が降伏。だいぶでっかくなったね。そして新しく手に入れた領土はディシジョン画面から中核化できるようだ。中核化以外にも回線自由ももらえるみたい。適当に連打してたら宣戦布告できるようになってた。福建人民政府に宣戦布告。弱い。まあ南京政府と戦っている最中に背後から殴ったからね。次はどうするの？次は国民政府の中央である南京政府に対しての対処をするよ。国家方針では話し合いで穏便に済ますか、もしくは戦争か。この2つのうちどちらかの方法で統合を目指していくようだ。どっちにする？もちろん武力行使。今の中華は力こそが正義。まあ話し合いで全て解決してたら今頃中華は一つにまとまってただろうしな。よし、これにて河南の諸軍閥は我々両校軍閥のもとに集ったぞ。あとは円釈山率いる北洋政府だね。居数値はすでに北伐を宣言。北伐を目前に控えた兵の士気も最高潮だ。おお。さらに北伐の宣言に呼応して雲南も我々に合流。軍隊もそのまままるっと編入されたから軍量も一気に向上したね。いいね。それでは過去20年にわたって裏切りとくら替えを続けて北洋の最高指導者になった円釈山、貴様もこれで終わりだ。いざ宣戦布告、尋常に参る。宣戦布告とともに攻撃開始。すでに戦線を突破して北洋政府の奥地に進んでいるよ。一部で包囲も決めていていい感じ。平坦な中原の大地は非常に攻めやすい。このままベイピンまで前進だと思っていた時が私にもありました。何やってんの？なんか宣戦布告してから急に前線に敵師団が増えて膠着しちゃった。そんなことある？とりあえず今は耐えて状況が変わるのを待つしかない。価値格 BGM で負けかけてるの変だな。一方この頃地球の反対側ではフランスとドイツの間で第二次世界大戦が勃発。なんでこんなくっそ忙しい時に。まあ共産主義と加速主義のどっちが勝とうが地獄だけどね。そもそも欧州情勢など今の中国に全く関係ないな。お、北洋政府に先継軍閥が宣戦布告した。四川の先継軍閥だね。北洋政府軍がこれで分散している今こそが攻撃の絶好の機会。いざ再度総攻撃。初動はいい感じだけど問題はこの優勢が続くかどうか。もう姫は心配性だな。心配性なんじゃなくて御事が頼りないだけだよ。それガチでへこむから言わないでね。よし、北洋政府首都のベイピンに迫ってきたぞ。あと一息だ。頑張れ。首都を占領したところで北洋政府は降伏。これにて北伐が完了したね。やったー。今度こそ北伐成功だ。北伐に成功した両校軍閥。しかし北伐の成功は通過点に過ぎない。未だ西方には軍閥が存在し、北方は列強の支配下にある。両校軍閥はこれらを解放し、必ず中華を一つにしなければならない。次回、中華統一。お楽しみに。革命成功，继环长。